藤原でございます。今日も仮想通貨ニュースを読み上げて、ビットコイン、イーサリアム、コスモス、そしてディセントラランドのチャート分析をしていきたいなと思います。このチャンネルでは仮想通貨や株などについて毎日配信してますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。今週の YouTube メンバー向けのコラムはね、10倍になるかもしれない決済系コインということで、久しぶりにちょっとね、決済系のコインをちょっと取り上げていきたいなと思いますので、気になる人はメンバーにぜひ入ってみてください。はい、そしてね、僕の著書もね、間もなくもう、11日に発売ということで、来週のね、月曜日になりましたけども、8、9、10、違うな、火曜日だな。火曜日。8、9、10、そう、火曜日ですね。火曜日に発売になりましたので、事前コラム読みたい人ね、Amazon で予約してくださいね。本屋さんで買うと事前コラム読めませんので、ぜひ、前もって Amazon で買ってください。はい、じゃあね、今日も仮想通貨ニュースいきます。ビットコインとかね、主要なコインがね、落ちましたね。久しぶりに500万円を割りました。4万1000ドルまで落ちましたね。で、これは、理由としてはね、株式市場がね、早期利上げ観測などをやったということで、締め付けの影響で、株価も下がりやすいし、ビットコインも下がったということで、リスクオフムードっていう感じで下がったというのが、一般的な見解だと言われてますね。ちなみに、あんまりね、ロスカットは今回走っていないということで、逆に言うとロスカットあんまり出てきてないってことはまだ下がる余地があるということなので、ちょっと注意していきたいなと思います。ただ、テクニカル的にはこれ以上下がるとかなり厳しくなってくるかなと僕は思ってるので、ちょっとこれ以上は、落ちてほしくないなっていうのは思ってます。ちなみに、有名人のツイートでいくと、ギャラクシーデジタルの、マイク・ノボグラッツ CEO がね、CNBC のインタビューで3万8000円から4万ドルぐらいまで下落する可能性があるということで言ったということでした。あまりちょっと根拠はね、よくわからないです。はい、ということで、今回ちょっとね、いろいろね、金融市場全体の不安とかによって、仮想通貨下がってますが、一方でね、上がってるコインもありますので、今日取り上げるディセントラランドとか、コスモスとかね、めっちゃ上がってるので、こういう時こそね、上がってるコインに乗っかるっていうのが一番いいかなと思います。はい、今回の記事はネガティブですね。じゃあ次が、韓国の、電気大手企業の、サムスンが、ブロックチェーン基盤の NFT メタバースプラットフォームのディセントラランドと提携することを発表しましたということで、サムスンはこのパートナーシップを持ってメタバースに本格的に参入してくるということです。実際にディセントラランドから、ランドって言われるね、土地を入手して、ニューヨークにあるフラッグシストアの837をディセントラランドで、再現し、オープンしたということです。ということで、大きな企業と、そのメタバース系のゲームっていうかね、との、提携が進んでいます。で、それらのコインも期待で結構上がってますので、引き続きね、メタバース系のコインは注目しておいた方がいいかなと思います。はい、このニュースはポジティブですね。じゃあ次、日本のニュースで、コインベストっていう日本の会社があるんですけども、一応その金融庁に暗号資産交換業者として認定されています。で、この会社がイーサリアムを対象としたマイニングサービスの予約受付を開始しましたということです。マイニングといえばビットコインなんですけども、これはイーサリアムが掘れるということですね。ちょっとどういうサービスかね、僕も詳しくないので、ちょっと調べてやってみようかなと思います。余剰資金がね、あればね、皆さんもね、やってみてもいいんじゃないかなと、思いますね。コインベストのマイニング対抗サービスの強みとしては、信頼性と透明性の高さ、2番目が最新マシンの調達力、3番目がマイニングに最適な環境ということで挙げているということなんですけど、ちょっとね、マイニングって日本だと難しいって言われてるので、実際ね、マイニングで実際収益得ることがね、できるのかどうかね、皆さん各自調べてから
やるのがいいかなと思います。これやるかもしれないですね。これちょっとよく調べてみます。はい、このニュースはポジティブにしたいなと思います。じゃあ、ビットコインからチャート分析いきたいと思います。ビットコインね、下がりましたね。まあでも、想定の範囲というか、まだね、ビットコインについては、まあこれぐらいまでの下落は、まあ、ありだと思いますね。というのも、まあ、上昇トレンドラインを、一応まだ割ってないので、まだ大丈夫かなという感じはしてます。バンと。出てこないね。ただ、この間の安値の42,000ドルを割ったので、ちょっとここはネガティブですよね。安値の切り下げはちょっとネガティブなんですけど、ここから引けるこういう上昇トレンドライン、ここは割ってないので、まあ、この辺までの下落はまだ OK かなっていう感じですね。で、まあ、こういう感じの3ゾンとかダブルトボトムになって上げてくるって考えたら、もうちょっと1月後半ぐらいまでこの辺の価格でもじもじしてから、2月から上げてくるとかね、そんな感じの展開かなと思ってます。で、RSI は一応今日日足で、30ぐらいまで下がっているので、30まで下がってるので、まあ、今までこう何回も反発したところあたりには下がってるので、この辺で買うとまあ、おしめ買いとしてはかなりいいチャンスだと思うので、今日僕ね、久しぶりにまたね、ビットコインの、現物をね、買ってみました。かなり下げ切ったかなと僕は判断しましたね。はい、ただね、イーサリアムはちょっとかなりね、良くないですよ。イーサリアムは、3100ドルぐらいまで下げたんですけど、良くないですね。これはね、かなりはっきりした安値の切り下げできてますので、ちょっとね、イーサリアム最近人気に陰りがあるんですよね。っていうのも、まあ、他のレイヤー1系コインが盛り上がったりとか、まあ、メタバース系のコインが盛り上がってるとか、Web3 系もちょっと盛り上がってきてるのに対してね、こいつがちょっと相対的に売られてるのかなって感じ。で、こいつが良くないのは、このね、前引いてたウェッジは下抜けたんで、ちょっとこのウェッジをね、引き直しましょう。もうちょっとヒゲで引いてあげて、今こんな感じ。ね、こんな感じで引いてあげたら、まあ分かりやすくなるのでね。ただ鋭いウェッジなので、まあもじもじ下に下がってくるんだけど、そのうち上に抜けてくるかなと思いますので、まあこういうタイミングで、まあ買い増ししとくっていうのがいいかな。現物ガチ派の人はね。イーサリアムも RSI は、30以下まで下がったので、まあそろそろちょっと売られすぎラインかなって、29まで下がってますので、売られすぎラインまで、来たという感じかなと思います。ここ1年で見ると一番下がってるんですね、イーサリアムね。こうやって見たら。イーサリアムね、30以下ってなかったんですけど、この1年っていうか2年ぐらいかな。ずっとないですよね。だから相当今ね、売られすぎラインなんですよね。だからこの辺でしっかり買われていて、例えば来週とかにしっかり全戻しできればかなり強い勢いでリバっていく可能性もあるんで、まあ、こういうね、落ちたタイミングで、買い逃ししないようにすればいいかなと思います。僕はバイビットで引き続きね、長期ロングしてます。じゃあ次、ディセントラランド行きましょうかね。ディセントラランド今日ニュースあったように、サムスンが提携したっていうニュースがあって、結構ね、ファンダで買われているという感じで、今日一時期 20% ぐらい上がってたのかな。かなりね、強い勢いで上がりました。今 3.2 ドルですね。昨日ね、他のコインに合わせてドカッと落ちたんですよね。ずっとこれ見てたこの平行チャンネルも割ってしまって、100日移動平均線ちょうどタッチで、まあ、サポートされたんですけど、昨日の、これね、完全にこれ包み要線出てます。だからここら辺で反発サイン出てますよ。だから、ここの、見てたこの平行チャンネルを上に抜けることができたら、ここが騙し下げみたいになって、ここが強い勢いで上がってくる可能性あるんで、バイビットとかバイナンスとかでなんかね、短期的に上げそうなコイン買いたいっていう人は、このディセントラランドね、今おしめ買いのチャンスかなと思います。最高値6ドルなんで、最高値に戻るだけで2倍ぐらいにはなりますので、ディセントラランドかなり調子いいと思います。じゃあ次、コスモスですね。コスモス、アトム。アトムも、かなり、今日強くて 20% ぐらい上げてるんですよね。こんだけ弱気相場の中ね。
で、こいつはもう最高値を更新しそうになってます。ずっとこのね、最高値付近をブレイクできずに、もじもじしてますね。最高値がね、45ドルで、今43ドルなんですけど、強いですよね。今こんな感じのアセトラみたいになってるって感じ。なんで、ここをブレイクしたらかなり強く跳ねてくると思いますので、ちょっとコスモス注目しといて、ここを上に抜けてきたら、買っていくっていうのでもいいかなと思います。RSI はちょっとすでに1回ね、70つけてるので、そんなにちょっと今からね、上げ幅的にはそんなにないような気がするんだけど、短期的には結構上げやすいところなので、これ乗っかって、例えば60ドルつけるとかして、一旦売るとかね。で、またおしめで買い戻すとか、そんな感じで考えていけばいいかなと思います。RSI 今70弱ぐらいなんですけど、過去にはね、RSI90 ぐらいまでいってるところもあるので、もうちょっと上げれるかなと思います。はい、そんな感じで今日もね、チャート分析してみました。今日の動画役に立ったって方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。そして動画の説明欄に僕がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介してますので、キャンペーンやってるね、仮想通貨取引所とか、なんか気になった取引所があったら登録してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。また明日。仮想通貨投資をやるなら、動画の説明欄にあるバイビットも必ず使った方がいい取引所になりました。もともと世界第2のデリバティブ取引所として FX がメインだったんですけど、最近は40種類以上の仮想通貨の現物取引もできるようになりました。将来的にはね、バイナンスと肩を並べるような総合的な世界トップクラスの取引所になるらしいです。入金方法は、他の日本の取引所から仮想通貨で送るっていう方法ができるんですけど、もう一つは、KYC 認証、本人確認をすればクレジットカードで仮想通貨が購入できるというシステムを導入しているので、日本の皆さんもとても使いやすい取引所になっています。でしかも、バイナンスよりね、手数料が全体的に安いので、僕は結構バイビットを、メインとして使っています。ぜひ動画の説明欄から登録してみてください。いろんな仮想通貨をトレードしてみたい人は、シンガポールの取引所のビットゲットもおすすめです。ビットゲットは世界第5位の大きな取引所になっていて、50種類以上の仮想通貨の現物取引と20種類以上の仮想通貨の FX 取引ができます。特に FX 取引は上級者のトレードをそのままコピーするっていうコピートレード機能、コピトレがあって、それがなんとね、ワンタップでできるっていうのが便利です。動画の説明欄のリンクから口座登録すれば500円相当のドルがもらえるのと、手数料が永年 10% オフになります。そして、初めて入金した人は 5% のキャッシュバックがあって、最大ね、5500円分の US ドルテザーが、もらえます。ぜひ登録してみてください。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。藤原の YouTube メンバーシップでは、月990円で、週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そして、Twitter や Instagram の方でも投資に関する話や僕のプライベートなども投稿してますので、Twitter と Instagram ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。